日はですね、こちら越前町の白崎小学校というところにやってまいりました。で、今日は二世橋の話です。で、ここからなんですけど、見えるかな、あそこにすごい橋があるんですけど、そこへ向かっていくまでの道中も県道ですごくつづら折れ、ヘアピンカーブの満載されたすごい県道なんで、それを含めた上での撮影となっておりますね。よろしくお願いします。ああ、景色がよろしいな。お、あのバイク。はい、ここから始めます。はい、今日はとても景色がよろしゅうございます。で、今から行くところが県道4号線越前宮崎線というところになります。で、今日のメインテーマっていうのが先ほどポツンと見えた未成橋なんですけども、そこまでの道中もかなりのぐねぐねつづら折れですね。そして前からバイク来た。なんで戻ってくるの。バイクも匙を投げる道でございますで、当然冬季通行止めになってまして、狭くて急な上り坂となってます。はい、そしてここすごいヘアピンカーブ1個目、今みたいなヘアピンカーブが何個も何個も続いてきます。あ、5連ヘアピンなんだ。 5連続ではねえな。おい、鳥邪魔じゃこの鳥さっきからあの鳥が邪魔やった。行く手を阻んでて、あ、電気つけとこう。まだいるやんけ本当にもうまだ本当どかんなこいつどけよどけよ、いるすそうやぞ。殺すぞ。ドキよドキよ、さすがにどう言ってくれたわ。さすがドキオホーンですね。ドキよホン最強そう言ってる間にまたヘアピンカーブです。ここもすごいよな。また出てきたこの鳥この鳥俺を茶化してんの。ほら、また出てきたなんだよこの鳥もマジで。もう鳴らすぞまたドキドキホンさ、最高。はい、どけたってどけ消えました。はいまあいいや。まさに珍客やけど、めったに本当はここそんなに車対向車来ません。で、今たまたまね2台来ましたけれども、まあ正直相当なレアパターンですね。で、人がまあとにかくあんまり通る道じゃないんですよ。おストレートクリアストレート。それでですね、今この先のヘアピンカーブを覚えておいてください。ここ後で重要なキーワードが出てきます。ここにヘアピンカーブが現れます。ここが後でキーワードになります。そしてまたすごいヘアピンカーブ、ここの電気ぶつかりまくって飛ばしまくって。その前にこのガードレール突っ込んで向こうまで下まで行ってまいる。もうヘアピンカーブもクソもねえやるな。で、あれですバンここのカーブすげえ形してるぞこれ。このヘアピンじゃないなこれ。マップ上で見るとこれなんだこれ。ヘビの頭というかなんというとスネークカーブや。名前つけました。で、ありがとうございます。そう、まあよう言うて、まあ狭くて急でぐねぐねなんですわ。とても走りづらいって言いたいことですけども、その道を要は、バイパス化しようという考えがあったであろう橋があるんですわ。それがすごいめちゃくちゃやばい、もったいない、
これ税金どうなんやって、俺の税金半分ぐらい使ってる橋があるんですね。そこを行ってみたいと思います。思って行って行くんだけどね。また鳥出てきた。やろどかはい、でここね、今ヘアピンカーブですけども、ちょっとここもうちょっと先行こうか。こっから先はめちゃめちゃ綺麗な道なんですね、これ。そして左側がめちゃくちゃ綺麗な景色が見えるということです。とても景色がよろしくて、ここはめちゃくちゃここが綺麗な道になってますよね、こうやってね。まあとても今までの道と違って幅広くて高規格な道ができております。トンネルがあるんですけども、このトンネルもなかなか広くて綺麗なトンネルです。まあここは今度また違うことで来ますので、今日はご割愛。はい、大海原を見ながら先ほどの道を戻ってまいりまして、今日のメインテーマの場所へ向かいます。この先ヘアピンカーブでもう下っていくんですけども、ここにガードレールありますね。じゃあとりあえず降りましょうかね。はい、それでは今から謎のガードレールの先行ってまいります。ちなみにここは僕の YouTube 始めて最初の頃に来てるとこなんで、リメイク版でございます。こちら行くと先ほどの下の方へ参ります。そしてやぶこぎですね、残念ながらね。じゃあ入ってきますね。でもなんか皆さん入ってきてるんかやぶこぎやっぱみんな興味あってか入ってきたら後があるな。ああ、いける。ああ、大丈夫やわ。はい、ではここが白崎橋と申しますね。そしてもうやぶこぎ越えた場所がこの通りめちゃくちゃ綺麗な、ありえんぐらい普通にゴミ一つない橋がございます。そしてめっちゃ景色いいな。やべえ。まあこの通りご立派な橋があるんですけども、あそこでドンつきになってます。これかなりもう10年以上は経ってる未成橋なんですね。でもうある程度はできてましたし、でこういう電気のこれあれだね、照明のアンカーかな。だからこれセンターラインが引いて2車線になるような道なんですね。そしてさっきオープニングで見ていた小学校があそこです。あそこからが見えたのがこの橋なんですね。この壮大な橋この下のうわこれやっべえ、こっちの方が高い。うわ怖っ、足がすくむとはこのことや。そしてここで通行止めとなってますね。ここから先はできておりません。この先へちょっとこんなんやな。ここがここは一応のり面が補強されてますんで、ここを道がこのまま先へ続くわけなんですけども、ちょっとその先のことを今から説明しようかなと思います。まあこういった形になって立派な橋なんですね、こうやってね。そしてこの橋のね、この先がどこ行くかって話がご興味あると思うんですけども、ここからずっと来てこの先にどう行くかっていうのが謎ですよね。そこでさっき言ってた道のヘアピンカーブ、あそこ覚えておいてくださいねって言ったとこ、あそこにつながるそうです。そのちょっととりあえずドローンで見ましょう。じゃあそれではこちらから今来ましたところから始まりますね。このような綺麗な場所にあります。そしてこのような状態ですね。じゃあこの先どうなってるかっていうのをそれを探っていきます。でこの情報は昔ネットでここの工事の設計図みたいなのを見たんですけども、それのことで元に言ってきますけども、ただその資料がもう今見つからなくて、
引用できません。ご了承ください。ですから僕の予想も含まれてますんで、その辺はご了承くださいね。こちらから始まってぐるーっと回っていきます。こう長い距離ですね。そしてここを曲がっていって、だいたい概略ですからね。ぐるりと回った上で、そして先ほどの言ったとこですね。ここのヘアピンカーブ、ここですね。このヘアピンカーブへつながる予定だったそうです。ちょっと今日本当風が強いんでごめんなさい、あんまり詳しくできませんけど、位置関係的にはこの状態、ここからこう来て、ここのヘアピンカーブ、ここが、接続点です。そしてこの方向の山の中へ入っていきまして、そしてぐるりと回っていきながら、ここへつながる道ができるはずでしたという話です。じゃあ今日はこれまででございます。こちらからの景色がめちゃめちゃ綺麗ですよね。これ今小僧さんが撮ってますけども、ここから見る景色っていうのはパンフレットとかにも使われるようなとこですので、皆さんぜひ来てみてください。そして今度ここの旧道の探索行きますんで、今日は行きませんけど今度行きますんで、またよろしくお願いします。はい、それではおやすみなさいませ。フェマルでした。ありがとうございました。さよなら。バイバーイ。